こんにちは、パンズです。今回は、Apple の純正品は長く使えないんじゃないかっていう説ですね。説っていうか、そうかなと思うんですよね。で、そんな風に思ったのは、これ、iPad なんですけど、これ今ついてるカバーより前のカバーで使ってたのがキーボード付きのカバーだったんですけど、そのカバー自体はイかれちゃったんですけど、使ってなかったから、こう外してたキーボードがね、なんかすごい、ずっと新品のまま綺麗に残ってて、それがこの間ね、Galaxy Tab S9FE と、なんだっけ、サムスン DeX で、パソコンみたいに繋いだ時に、それに、Bluetooth で繋いだキーボードでこれ使えたんですよ、普通に。なんか全然、純正品じゃなきゃ使い回し効くんじゃないかなっていう、そういう風にふと思って、今回の、動画作ってみました。でですね、例えば Apple のキーボードとか、Apple Pencil なんですけど、ここについてる Apple Pencil は、これ第一世代なんですけど、これね、iPad、今、第6世代の iPad を使ってるんですけど、現行品の、第9世代、無印第9世代、無印 iPad 第9世代と、無印 iPad 第10世代しかもう使えないんですよね。iPad mini も、iPad Air も、iPad Pro もね、もう第2世代の方に対応してるから、そっちしか使えないんですけど、いや、普通だったら、あの、上位互換ってあるはずなんですよ。えっと、こういうペンとかってやつ。だから、あの、第2世代の Apple Pencil が出たら、第2世代はこういうことができますよ、みたいな機能を残して、それはiPad Pro とかそういう新しい機種に対応してます。でも昔のやつも使えますよっていうのが普通なんですけど、なんか Apple ってなんかそういうことしないんですよね。で、これもね、だから、この先どうなっちゃうのか。新しい iPad は、無印もね、第二世代になっちゃうんじゃないかなと思ったら、この人もうなんか、この人っていうか、この Apple Pencil 用済みになっちゃうから、かわいそうだな。でももう5年近く使ってるんですけどね。はい。で、iPad のキーボードなんですけど、今 Apple のページ開いてるんですけど、この iPad のためのキーボードってとこのページですね。で、やりたいことを全面的にカバーしますとか。かっこいいですよね。うん。マジックキーボードとか。44,800円からって書いてますね。で、これがですね、マジックキーボードですが、対応するモデル。12.9インチ iPad Pro、第3世代、第4世代、第5世代、第6世代、11インチ iPad Pro、第1世代から第4世代、iPad Air、第4世代、第5世代。まあ、これだけ使えるってことなんですよね。で、次はマジックキーボードフォリオでしょ。これは、38,900 38,500円、800円から。えっと、これがですね、対応する機種。iPad、第10世代。1個しか使えないんですよ。だからこの第10世代と、もう真珠なんですよ。だから、第10世代、もし買ってる人はこれ使えるけど、でもそれ第10世代から今度買い替えようと思った時には、もうね、だから合うのがないってことなんですよね。スマートキーボードフォリオ。これも27,800円で、いいんですけど、これもだから、さっきと同じですよね、これも。え iPad Pro と iPad Air の対応する機種が。で、このスマートキーボードは
iPad Air 第3世代と iPad の第7世代から第9世代。これ多分インチなんだと思うんですけどね。って感じなんですよ。だから結局、キーボードとかも、こういう、まあ、おしゃれでかっこいいキーボードだけど、まあ、結局なんかそれ、もう限定してるから、ダメなんですよね。で結局、なんか、もう、この iPad のキーボードと Apple Pencil とか、まあ、長く使えないなって理由は、なんかもうモデル限定してるのと、互換性がないのと、また充電方法もね、独特なんですよね。まあ、僕の iPad 第6世代、まあ、これは第6世代に限らず、第10世代までだけど、充電するときこんな感じ。もうやだよ、やだよって感じでしょ。うん、まあ、第2世代の Apple Pencil は磁石で充電できるみたいですけど、まあだから結局 Apple Pencil は、互換性が、互換性がないというか、うん、まあそのさっきのキーボードもそうですね、互換性がないし、充電方法が独特だってことですね。だから、まあどうしようかなって言ったら、まあ、こんな感じがいいんじゃないのかなって思いますけどね、なんかまあ、そのタブレットスタンドと、まあ、こうやって Bluetooth キーボードでいけちゃうんで、そうやって使うのが一番いいんじゃないかな、他社のやつ。だったら、これの使い方だと、結局は、こっちで使えるわけですよ。Galaxy の、タブレットで使えちゃうわけだし、まあ、スマホでも使えちゃうんですよね。それは iPhone と Android どっちも。なんかサードパーティー製だと幅広くこう対応して、互換性もあって、充電もシンプルなんですよね。うん。例えばですけど、まあ、サードパーティーの、サードパーティーの、Apple Pencil あるじゃないですか。うん。それなんか、まあ、前持ってたんですけど、まあ、メルカリで売っちゃったんですけどね。それの場合はね、iPad の全種類対応してたんですよ。Apple Pencil 対応の iPad。もう別に、プロを使おうが、無印使おうが、全部同じペンで書けちゃうわけですよね。なんかそういう機能がね、なんか Apple さんないから、すごくなんか困っちゃうな。充電もそれにね、USB とかで充電できるし、磁石でもなんか充電できるんですよね。で、ものによってはね、サードパーティーのスタイラスペンって、あの、なんていうかな、Android とかのタブレットとかにも使えるんですよ。だから、まiPad 以外にも使えちゃったりもするんですよね。で、Surface はどうかって、Surface 持ってたからね。で、すいません、去年のね、2023の前半、僕ちょっとお金が底ついちゃって、メルカリで家の中のものいっぱい売っちゃったんですよね。その時にサーフェスのものを売っちゃったんですよ。まあ、サーフェスのね、キーボードカバー、台湾製のやつ、えーっと、あれが黒だったんですけど、まあ、他のマウスとかね、他にサーフェスペンとか揃えたんですけど、色が黒なくて、まあちょっと色のバランスも悪かったから、いいかと思って、絵描くんだったら、iPad だし、あの、マウスもね、別にサーフェスマウス使わなくても有線でもいいんじゃないかと思って、まあ、Bluetooth のマウスだったらどれでも使えるんですけど、売っちゃったんですよね。で、サーフェスのこのマウスは、互換性あったんですよ。Bluetooth だから、他のパソコンとかにも使えるし、それこそタブレットとかにも使えるんですよ。
なんだけど、結構値段高かったから、売っちゃったんですよね。で、今は、このアイリバーのやつ使ってるんですけど、結局ね、こっちの方が持ちやすくて、使いやすいっていうかね、これちょっとなんか、ぺったんこまでいかないんだけど、なんか平べったくて、ちょっと使いづらかったんですよ。だから、今こっちの方で十分満足してるんですよね。まあだからサーフェスのマウスは、まあ高いけど、一応互換性はあったんですね。まあそうなんだけど、でも結局はサードパーティーの方がいいじゃんって話なんですよ。で、サーフェスペンなんです。これもね、売っちゃったんですよね。これもね、なんか、あの、そう、お金がなくて売っちゃったんですけど。で、この色はね、なんか、もう売ってないタイプの色なんで、あの、結構ね、なんか人気あるかなと思って売っちゃいました。結構いいねで買ってくれたんですけど、あの、これはね、なんていうかな、これも上位互換あるんですよ。だからこの時のサーフェスペンよりも、今のサーフェスペンの方が機能は上なんだけど、でも、こうやってね、古いサーフェスペンも今のサーフェスに使えるはずなんですよ、確か。で、ただ他社のパソコンには使えないですよね、サーフェスだから、サーフェスペンだから。でね、これ、単六電池っていうのが入ってたんですよ、実は。それがね、ないんですよね。売ってないですよ、電気屋さんとかでも。それこそね、100円ショップとかにはないんですよ。だから Amazon とかで買うしかないんですけど、でも日本住んでればいいけどさ、なんか海外とか住んでて、まあネットとかでね、海外の、例えば台湾だったら台湾のそのネットのサイトとかで買えばいいんですけど、なかなかそこ登録するのとかちょっと中国語だったりして、結構ね、ハードル高いんですよね。なんか誰かちょっと、あの、台湾の人にやってもらうような感じになっちゃうけど、カードとか登録するときとか嫌じゃないですか。だから、ちょっとネットとか使ってなかったんですけど、ノバって電気街には売ってなかったですね。で、あの、まあ、サーフェス、僕のは5なんですけど、サーフェス4を持ってる同僚がいて、その人はね、アフリカの方にいたんですけど、もともとね。で、アフリカの時は、だから、サーフェスペンのこの電池切れちゃったらしいんですけど、まあ、でも単独電池ないからもう諦めちゃって諦めたとか言ってましたね。使えないなって言って。で、サードパーティー製のサーフェスペンはどうかっていうとですね、これなんですけど、なんかすごい、なんかこの S ペン、S ペンまではいかないけど、結構軽くて電池が入ってないからね。電池が、まあ、充電池の、そういう、充電用の電池は入ってるんだろうけど、こう、単力電池みたいなの入ってないから軽くて、で、すごくなんか書きやすいんですよ。全然なんか大丈夫なんで。まあ、サーフェスくらいだったら、そんなに筆圧とかあんまりこだわらなくても大丈夫だから、でこれで十分なんですよ。で、何がすごいかなって、まあ、充電もね、タイプ C だし、その、こういうね、サーフェスにできる、消しゴムとかね、そういうボタン操作とかが、の、このサードパーティーも対応してるんですよ。それで、すげえのは、マイクロソフト以外に、ASUS とか、ヒューレットパッカードとか、デルとかでも使えるっていう。とかって思って。だから、例えばね、今のサーフェスが、壊れちゃって、次、またサーフェス買い直すとは限らないじゃないですか。でも、ASUS とか、ヒューレットパッカードとか、デルとかのパソコンだったら、まあ、タッチパネル対応してるやつですけどね。そうだったらこれ使えちゃうんですよね。めっちゃいいでしょ。だから、いや、すげえなーって思ったんですよね。うん、まあ、結構絵とかも描けちゃうんですよ。まあ、サーフェス使えば、クリップスタジオとかもね、多分、サーフェスでできると思うんで、で、パソコンタイプだと、買い切りのクリップスタジオとか買えちゃうんでね。まあ、もし次サーフェス、でもサーフェス高いからな。ちょっと、これはなんか
これはっていうか、自分のサーフェスは安く買えたんですけど、でも1個前だったけど、当時ね。でも、まあ、高いから、買わないと思いますけど、はい、次は。そんな感じで、なんかサードパーティー製のやつで揃えた方が、あの、まあ、使い回しも効くし、で、他のでもまあそうですね、それになんか、あの、上位互換が、まあ、あるってことですよね、アップル。まあ、サーフェスは上位互換あったんですけど、ねえ、まあ、その、アップルペンシルはね、やっぱり筆圧とかあるから、アップル純正が、いいんですけど、まあでも、単純なイラストとかしか描かないんだったら、全然サードパーティーのやつで全然大丈夫なんで、もしそういう人はね、まあ、そういうのでいいんじゃないかなと思いますね。そしたらね、だから例えば、今無印 iPad 使ってるけど、まあ、将来的にね、iPad Pro とかに買い替えたとしても、そっちでも使えちゃうんですよ。で、僕の Apple のやつはダメなんですよね。もう、そうだし、あとはなんか、そうですね。まあ、あとはなんか、ライトニング時代の時のものって本当使えないんですよね、Apple。今なんか AirPods、今の AirPods は USB Type-C になったみたいで、なんか、他のね、Android スマホでも使えるらしいんですけど、昔のやつは多分、ライトニングでしょ。だから、ライトニングだからね、まあ、使えるとは思うけど、ライトニングなんか充電できなきゃダメですよね。ちょっとなんかそういうのでね、まあ、ライトニングは仕方ないと思うけど、なんかそういうなんか、まあ長くさっきのキーボードもそうですけど、だから長く使えないなっていうのは、感じましたね。それでなんか高いし、高いんだから、なんか、まあ丈夫だろうけど、でも、その、なんていうかな、そのデバイスがね、なんか、もうそれこそ iPad とかが新しくした時に対応できないから、そうしたらちょっとね、問題あるかな。それがね、なんかサードパーティーのやつだとね、だから、例えば Apple 用に買ったキーボードでさえ、キーボード付きのそのケースでさえ、こうやってキーボードは使えちゃうんですよね。今の Galaxy Tab S9F に。だからそういう意味でね、本当になんか、うん、純正ってどうなんだろうなっていう、ちょっと提唱してみたくなった動画でした。で、この iRiver とこのトプセルの、トプセル OEM ですけど、のこのタブレットスタンドはめっちゃ気に入ってるんで、はい。そんな話です。このサーフェスペンもいいですね。はい。そんなわけで、さよなら。